16世紀、ヨーロッパを大混乱に陥れた泥沼離婚劇。イングランド国王ヘンリー8世は深刻な世継ぎ問題を解決するため20年以上連れ添った妻キャサリン・オブ・アラゴンとの結婚無効を画策していた。ヘンリーの首席顧問官ウルジー枢機卿は王党の安定と国際情勢への対処からヘンリーの結婚無効とフランス王女との再婚を目指した。しかしウルジーが交渉に駆けずり回る裏でヘンリーは勝手に再婚相手を決め暴走し始める。一方ローマ謀略でカール5世の人質状態となった教皇クレメンス7世はカール5世とヘンリー8世の板挟みとなり命がけの二枚舌外交を展開。離婚問題審議のためカンペッチョ枢機卿をイングランドへ派遣したものの絶対に判決は出すなと言命。その一方読んだら燃やせと命じ結婚無効を認める旨の密書を持たせてしまう。イングランドに赴いたカンペッチョは修道院に入るよう必死にキャサリンを説得するが彼女は頑として受け入れない。仕方なくブラックフライヤーズ裁判を開催するものの王妃の涙の訴えに会場は騒然。結局結論が出ることはないまま泥沼離婚劇は第2幕に突入していく。ブラックフライヤーズ裁判の瓦解とともにカンペッチョはイングランドを後にしました。なんとか逃げ切った彼とは異なり嵐の中に一人残されたのはウルジーです。トマス・ウルジーはヘンリー8世の大法官として長年国政を取り仕切ってきました。ヘンリーが離婚交渉をウルジーに一任したことからもその信頼の厚さがうかがえます。しかしブラックフライヤーズ裁判の崩壊は2人の信頼関係に大きな亀裂を生むことになりました。そしてキャサリンが涙ながらに訴えカンペッチョが判断したローマでの裁定はヘンリーのプライドだけでなくイングランドの国民感情を激しく揺さぶるものでもありました。イングランドの君主が教皇の御前に馳せ参じて判断を仰ぐなど前代未聞の屈辱と捉えられたのです。そしてさらに追い打ちをかけたのが1529年8月のカンブレーの和訳です。ヘンリーの離婚を支援していたはずのフランソワ1世がカール5世と和解したのです。イングランドは和訳にその名を連ねてこそいたもののヘンリーの離婚の件は国家間の問題ではないとして完全に無視されました。ここに至ってヘンリーは自ら議会を招集します。これは長年ウルジーに任せてきた国政をヘンリー自ら取り仕切ることを意味していました。キャサリンは議会において勝手に離婚の件が審議されるのではないかと懸念したようですが、事態は彼女が全く予期しなかった方向へ進み始めます。イングランド議会は教会と聖職者の腐敗を攻撃し始めたのです。この頃新たなカール5世大使としてイングランドへやってきたユスタス・シャピュイも国民の教会に対する激しい憎悪に驚きを隠せなかったようです。そしてその激しい怒りと憎悪はこれまで聖職者としての利益を存分に享受しその代名詞的存在でもあったウルジーへと向かっていくことになります。トマス・ウルジーはイングランド国内に3つもの司教職を持ち実はカール5世から秘密の年金を受け取っていました。それだけでなく遺言状の承認や結婚の許可など国民の生活に関わるあらゆる権限を有していたのです。聖職者として聖品を説く立場でありながら当時のイングランド国家予算に相当する15万クラウンもの年間収入を得ていただけでなく50万クラウン現在価値で数千億円に上る資産を持っていたと言われます。ヘンリーからの信頼を失い国民からの憎悪を向けられたウルジーは1529年10月18日には大法官を解任され失脚。ヘンリーがウルジー解任の理由として持ち出したのは
バラ戦争以前の罪状であるプラエムニレ罪でした。これはイングランド国内で国王以外の権力に忠誠を誓うことを禁止する法律です。ウルジーは教皇特使としてローマ教皇にも仕える立場でした。そしてそれこそがヘンリーが彼に離婚問題を一任した理由だったはずです。ヘンリーは冷徹にもすべての責任を彼一人になすりつけたのです。こうしてかつて絶大な権力を誇ったウルジーは自分のシャツまで差し出し、涙ながらに慈悲を請うほどに追い詰められることになりました。一説にはアン・ブーリンを支持する貴族たちが国民のウルジーへの反感を煽ったとも言われます。しかし叔父ノーフォーク公や父トマス・ブーリンでさえアンが王妃になることには反対の立場であったとされます。肉親でさえ意見を異にする中でアンを支持する組織的派閥があったとは考えづらいのではないでしょうか。ヘンリー8世は敬虔なカトリック教徒であったと言われ、青年期には教皇の立場を保護する論文まで書いていたほどでした。しかしクレメンス7世の二枚舌外交は彼の中にあった教皇と教会への信頼と尊敬を打ち砕くことになります。ヘンリーは聖書レビ記の記述、兄の妻をめとる者は子に恵まれることはないだろうという記述を根拠に、結婚無効は簡単に認められると信じていたようです。これにはかつてフランスのルイ12世が簡単に結婚無効承認を得ていたことも背景にありました。しかしスペイン軍によるローマ攻略とそれに伴う教皇の人質化は事態の思わぬ複雑化を招きました。そしてヘンリーのローマ召還の可能性はイングランドの国民感情を刺激し、結婚解消問題に対する国内の空気を180度変えることになりました。この頃からヘンリーはヨーロッパの神学者たちから結婚無効に関する意見を集め始めます。そしてもしルターが秘跡を否定せず教会と聖職者の腐敗だけを非難していれば誰もが彼に同意しただろう。私とて直接手紙を書いていたであろうとルター派への共感を示すまでになったのです。事態はもはや取り返しのつかないところまで迫っていました。ヘンリーとキャサリンの結婚の正当性であったはずの議論は、そもそも教皇に結婚の許可や無効を判断する権限があるのかという議論にすり替わろうとしていたのです。ウルジーの失脚を受け、枢密院議長として権力の座についたのはアンの叔父ノーフォーク公でした。ノーフォーク公はアンが王妃になることには懐疑的でしたが、キャサリンとは折り合いが悪く、ウルジーのことは快く思っていませんでした。一度手にした権力を失いたくないノーフォーク公はアンとヘンリーの結婚を支援するしかない状況に追い込まれていったのです。ヘンリーがウルジーを本気で破滅に追い込む気がないことは宮廷の誰もが分かっていました。実際ヨークの司教職を取り上げることはなく、ウルジーは依然として高額の収入を得ていたのです。もしヘンリーの気が変わりアンとの結婚がなくなれば、再びウルジーが権力を取り戻すかもしれません。何としてもウルジーの復活を避けたいノーフォーク公は、ウルジーが政権に戻るくらいならその前にあいつを生きたまま食ってやると息巻いていたと言われます。シャピュイはイングランド国内の情勢変化を敏感に感じ取っていました。しかしカール5世はトルコの脅威への対応やイタリアでの軍備の維持に忙しく、ヘンリーと全面対決をするわけにもいかない状況でした。キャサリンの味方をしたい気持ちはあったでしょうが、彼のキャパシティも限界だったでしょう。こうしてキャサリンには再び修道院へ入る提案がなされましたが、彼女がそれを受け入れることはありませんでした。1530年3月7日、教皇クレメンス7世は
離婚裁判の判決が出る前にヘンリーが再婚することを禁じる禁止勅書を発行します。その裏には当然カール5世の圧力がありました。カール5世は武力行使など直接的な手段にこそ訴えませんでしたが、キャサリンの結婚無効を阻止しようと教皇に圧力をかけ続けていたのです。クレメンスはフランス大使に対し、イングランドの特使たちで勝手に決めてくれればどれほど良かったかと漏らしたとされます。ヘンリー8世の離婚問題がこれほど泥沼化した一因がクレメンスのこうした優柔不断さにあったことは間違いないでしょう。さて、希代の政治家ウルジーもまだ復活を諦めてはいませんでした。彼は再び信頼を取り戻そうとヘンリーへの忠誠を公言していました。しかし実はその裏でカール5世の大使シャピュイと通じ離婚を阻止しようと画策していたのです。もともと世継ぎ問題への対処からキャサリンとの結婚無効を画策したのはウルジーです。国益のために結婚無効とフランスとの同盟を模索した彼が、今度は自身の権力を回復するためだけにキャサリン側に寝返ったのです。クレメンスの禁止勅書発行の裏にもウルジーの存在があったのかもしれません。教皇はもっと強硬な教会処分や世俗の軍隊の介入に踏み切るべきだ。それはつまり教皇からの破門宣言とイングランドへの軍事侵攻、そして戦争を意味していました。この時点でウルジーが権力を回復するためにはヘンリーにアンとの結婚を諦めさせる以外になかったでしょう。そのためには教皇がはっきりと離婚を否定し軍事介入を匂わせることが必要と考えたのかもしれません。しかし言うまでもなくこれは反逆罪に値します。ウルジーの復活を何としても阻止したいノーフォーク公はウルジーの周辺を警戒していました。そして手紙を仲介していたウルジーの主治医が捕らえられ、一連の出来事をすべて自白してしまったのです。こうして莫大な富と栄華を誇ったウルジー枢機卿はついに捕らえられ、ロンドンで裁判にかけられることになりました。しかし結局裁判が開かれることはありませんでした。1530年11月29日、ウルジーは道中のレスター修道院でひっそりとその生涯を閉じたのです。病気であったとも服毒による自殺であったとも言われます。クレメンスの優柔不断な態度、いつまでも成立しない離婚に苛立ちを隠せないヘンリーはローマ教会と教皇への信頼を失っていきました。そしてその裏にはアン・ブーリンの影響があったとも言われています。アンは多感な10代をフランスで過ごし、ルターの唱えた宗教改革論に共感していたと言われているのです。彼女はウィリアム・ティンダルの英訳版聖書や国王至上主義を説くキリスト者の服従などの書籍を宮廷に持ち込み、次女たちに読ませていました。そしてそれはやがてヘンリーの目にも触れることになります。アンがヘンリーに書籍を勧めたのか、ヘンリーが自主的に本を読んだのかは議論の的であるものの、アンの思想がヘンリーに何らかの影響を与えたことはおそらく事実でしょう。そしてこうしたこともキャサリンが頑なに離婚を拒否する一因であったかもしれません。敬虔なカトリック教徒である彼女にしてみれば、かつて自身の次女だったアンが王の寵愛を奪っただけでなく、思想まで惑わそうとしているのです。誇り高い生まれながらの王女キャサリンには到底受け入れられない現実だったことでしょう。そしてヘンリーの中に教皇という存在そのものへの疑念が育っていく中、ウルジーに代わって台頭し始めたのがトマス・クロムウェルです。クロムウェルもアンと同じく宗教改革論に共感する者の一人でした。彼の存在はウルジーというブレーキを失ったヘンリーの暴走をさらに加速させていくことになります。1531年1月、ヘンリーは
イングランド国内の聖職者に対し教皇特使権限を認めること及び教皇勅書に従うことはプライムニレ罪に値すると断罪し始めます。そして10万ポンドの罰金支払いとヘンリーをイングランド教会の至上なる主張であると認める宣誓書にサインするよう迫ったのです。貴族たちも同様に宣誓書への署名を求められるようになっていきました。多くの司祭、貴族たちが王の怒りを恐れて屈服する中、宣誓書へのサインを拒否したのがトマス・モアとロチェスター司教、ジョン・フィッシャーです。トマス・モアは世俗の国王が教会の主張を兼ねるという概念に反対し、結局処刑されることになります。フィッシャー司教は当初からヘンリーとキャサリンの結婚の正当性を説き、ブラックフライヤーズ裁判でも命がけで抗議しました。この結婚が正当であるという結論に私は命を懸けてもいい。そんな彼も最後には断頭台で人生を終えることになりました。1531年夏、ヘンリーはついにキャサリンを宮廷から追い出してしまいます。キャサリンはかつてウルジーの居城の一つであったモア城へと追い出され、娘メアリーと引き離されてしまいました。キャサリンは再びカール5世に助けを求めましたが、カール5世の方には他にも問題が山積みでした。自らの領地内で勢力を伸ばすルター派との和解、迫るオスマントルコの脅威への対処。カール5世はヘンリー8世の数々の暴走が間違ったことであると確信していたでしょう。しかし夫婦間の揉め事のためにヨーロッパの平和を乱し、キリスト教世界を破壊するつもりは毛頭なかったのです。そしてキャサリンの執拗なまでの教皇による裁定へのこだわりは徐々に支持者たちの離脱を招き、彼女の孤立を深めることになっていきます。多くはキャサリンに同情しながらもヘンリーの怒りに触れることを望まなかったのです。1532年9月、ヘンリーはウィンザー城にてアンをペンブローク女公爵に叙爵します。叙爵式にはフランソワ一世の代理としてフランス大使が出席。そして翌月には2人揃ってフランスへ。ヘンリーはアンを正式な婚約者としてフランソワに引き合わせます。フランソワはアンに高価なダイヤを贈り、一緒にダンスまで踊ったと言われます。フランス側は対立するカール5世への嫌がらせか、教皇の支配力に対する抵抗か、ヘンリーのアンとの結婚を支援する立場を取りました。そして一説にはヘンリーとアンが初めて男女の関係になったのはこのフランス訪問時のことであったとも言われます。1533年1月24日、前年に亡くなっていたカンタベリー大司教ウィリアム・オーハムの後任としてブーリン家が金銭援助をしていた神学者トマス・クランマーが就任します。その翌日1月25日、ヘンリーとアンはついに結婚。この時アンはすでに妊娠中だったとされます。3月にはクロムウェルが議会に提出していた上訴禁止法が成立。これによりイングランド国内からローマ教皇への上訴が禁止されました。こうしてイングランドは名実ともにローマ教会から離脱し、独自の宗教路線を歩み始めることになります。5月23日、カンタベリー大司教トマス・クランマーがキャサリンとヘンリーの結婚無効を正式に宣言します。6月には盛大な戴冠式が開催され、アン・ブーリンはイングランドの王妃として王冠を授かったのです。キャサリンはアーサー皇太子未亡人とされ、長女メアリーは婚外子とされました。こうしてヨーロッパ中を巻き込んで泥沼化したヘンリー8世の離婚劇はようやく一応の決着を見ることになったのです。しかしこうした強引なローマ教会からの離脱と離婚の強行は彼の子供たちの世代にまで深い遺恨を残すことになりました。
王妃として栄華を極めたアン・ブーリンも、かつてのキャサリンのように王座から追いやられ、断頭台の露と消えることになるのです。緊迫する国際情勢や内戦への危機感から男子の後継者を求めたヘンリー。しかし、後継者問題へ対処するためであったはずの離婚は、アン・ブーリンの登場で大きく様相を変えることになりました。叔母キャサリンの名誉を守ろうとしたカール5世、自分可愛さに最後まで二枚舌を貫いたクレメンス7世。しかし結局、キャサリンは娘と引き離され、孤独な晩年を歩むことになり、イングランドはローマ教会に後ろ足で砂をかけて去っていきました。一方フランスは、ヘンリーを陰から煽ることで、国王を捕虜にした憎きカール5世への嫌がらせと、内政に干渉してくる教皇権の弱体化をほとんど何もすることなく達成しました。希代の政治家であったトマス・ウルジー、優秀な法律家であったトマス・モア、愚直なまでにまっすぐな宗教家であったジョン・フィッシャー、多くの忠実な家臣たちの命、そして自分を愛してくれた妻と愛したはずの娘、すべてを犠牲にした結果、ヘンリーが最後に手にしたものは一体何だったのでしょうか。あなたはこの泥沼の大騒動の本当の勝者は誰だったと思いますか？このチャンネルでは最新の研究や専門書に基づき、歴史の裏側に隠された真実に迫ります。動画が気に入ったら、いいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。